フィギエモンです。今日は2020年全日本選手権で披露された羽生結弦選手のレジェンドプログラムである天と地とについて徹底解剖していこうと思います。タイトルにもありますが、隠れた事実をいろいろ調べているうちに見つけちゃったので、それも一緒にご紹介していこうかなと思いますので、最後まで楽しんでいただければと思います。まず、天と地とのプログラムについて4つの疑問が私は湧きました。1、羽生選手がなんでこの音楽を選んだのか。2、原曲と羽生選手のプログラムの音楽との違いは何か。3、全日本選手権と天と地との関係とは。4、天と地との主人公であり、羽生結弦選手が演じている上杉謙信公との関係とは。5、羽生選手が表現しているものは何か。こんな感じで、このチャンネルはフィギュアスケートと羽生結弦選手についてフィギエモン独自の視点で毎回お話ししています。フィギュアスケートが好きという方や羽生選手が好きでやばいっていう方はぜひチャンネル登録をお願いします。さて、なんでこのテーマで動画を撮ろうかなって思ったかっていうと、2020年ショートプログラムとフリースケーティング2つの強力な新プログラムが発表されて、どちらの演技がファンのハートを、そして何より私のハートをわしづかみしたのかっていうと、確実に天と地とのフリーの方の新プロだったことは間違いない事実だと思ったからです。この天と地とについて深掘りしてみたいなって興味が湧いたから、この動画を撮ろうかなって思いました。ショートと比べてフリーの天と地との全日本での演技の出来が良かったからっていうのもありますけれども、より羽生結弦らしさが出たプログラムだったから虜になったのかなとも思います。ではここで一つ目の疑問である1、羽生結弦選手はなんでこの曲を選んだのかという部分を深掘りしていきましょう。ご本人のインタビューの中で、より羽生結弦らしさにこだわったプログラムと解説で言っていたのを聞いて、納得してしまいましたよね。ただ、よく考えてみると、どの部分に私たちは羽生結弦らしさを感じて、羽生選手自身がどの部分に羽生結弦らしさを散りばめたのか。まず一つ目に曲があったのではないかなと考えます。この天と地とは NHK が昭和44年、1969年1月5日から12月28日に放送した7作目の大河ドラマです。今から50年も前のテレビドラマの主題歌なんですよね。ですが、日本人の私はこの音楽を今聴いても新しいっていう印象を受けます。新しいと感じる理由の一つは、この曲は東京交響楽団が演奏していて、クラシックの交響曲に近い曲の作り、スケールだからかもしれません。琴の音など古典的な日本の楽器が使われているものの、その音色は華やかで、本来の日本の音楽と比べると彩りにポイントを置いた曲の印象です。このあたりが日本を感じるけど新しさもあって、羽生結弦らしさにつながっているのではないかなと考えました。羽生選手は平成6年生まれなので、昭和の雰囲気は正直似合いません。現代的なところがあるからこそ、羽生結弦の雰囲気になっていると考えます。海外の方からすると、この天と地とは純日本の音楽のように感じるかもしれません。でも古来の日本音楽はもう少し地味で、パッと見の華やかさあふれる音楽ではないので、
そんなところから新しさを感じるんですよね。そして2つ目の疑問が2、原曲と羽生選手のプログラムの音楽の違い。天と地とのオープニングテーマそのまま始まる羽生結弦選手のプログラム。しかもこの曲は原曲が4分1秒なんですね。だからフリーの時間4分にまとめるのは簡単です。少し早送りをすればいいことですからね。でもそうしていないところが憎いなぁと思ってしまいます。オープニングの曲はプログラム冒頭から57秒ぐらいまで続きます。そして次に琴の音で始まる部分は天と地とのオープニング曲ではなく、やはり NHK 大河ドラマの昭和47年放送の新平家物語オープニングテーマ無限地獄諸行無常という曲が使用されているようです。天と地との共通点はというと作曲者になりますね。2つの曲は富田勲さんという昭和の時代のテレビ、ラジオ、映画音楽を彩った作曲家の作品です。この方の一番有名な曲はおそらくね、日本中の方が知っているタッタタ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 タ、そうです。今日の料理のオープニングテーマを作った方なんですよね。羽生選手の壮大な音楽を作った方と同じ方かって疑いたくなりそうですが、ある意味両方人の心に残る音楽とも言えるので素晴らしい曲だと言えます。今日の料理の曲はテレビドラマののだめカンタービレで印象的に描かれていたので、ついねそれを思い出してしまいました。話を元に戻すと、羽生選手のプログラムは冒頭の戦いのところを経て琴の音で始まる無限地獄諸行無常という曲へと移り変わります。日本人の方はお分かりだとは思いますが、海外の方のために諸行無常という言葉の意味をお話しすると、世のすべてのものは移り変わり、また生まれては消滅する運命を繰り返し、永遠に変わらないものはないこと、そして人生は儚く虚しいものであるということという意味です。そして無限地獄は仏教の地獄の階層の中で一番低いとされている層のことだそうです。無限地獄は地獄の中でも桁外れであり、他の地獄すら生ぬるく感じられるほど責め苦を受け続ける地獄であるっていう風にされてるんですね。ちょっと恐ろしいですよね。つまり琴の音で雅な音楽で表現されてはいますが、戦いの末に見えるのは地獄のありさまというような意味があるのかもしれません。今の世界的な状況と重ね合わせているのかもしれませんよね。ということで、原曲と羽生選手のプログラムでは伝えたいところが異なるという意味で、異なる曲をうまく編曲して構成されているということが分かりました。思ったよりも新平家物語の曲部分が使われていて、私が好きだっていうふうに前の動画でお話ししたプログラム中盤で完全に止まるところありますけれども、ここは新平家物語の方の曲でしたよね。フィギュアスケートは緩急のある曲を使用する必要があるので、そういう意味でこちらの曲を使ったのかもしれませんが、それにしても素晴らしい調和の取れた曲に仕上がっていると思います。3、全日本選手権と天と地との関係とは。実はこの動画を作るために調べていて気づいたんですけれども、天と地とは川中島の戦いをテーマにしたドラマですよね。川中島の戦いとは簡単に説明すると、日本の戦国時代に戦国大名である武田信玄と越後の国、現在の新潟県ですね、こちらの戦国大名である上杉謙信との間で行われた数々の戦いのことです。つまり実際にあった戦いなんですけれども、
この戦いの場所がですね、全日本選手権が行われたビッグハットにめっちゃ近いんですよ。ご覧ください、こちらの地図。川中島っていう地名が今でも記されてますよね。川中島の戦いは何回も戦いが行われていますが、最大の激戦となった第四次戦いっていうのが千曲川と犀川が合流するこのね、三角状の平坦地のこの部分ですね。ここで戦いをしたそうです。そしてビッグハットがこちら。どうですか？めっちゃ近くないですか？これは羽生選手が意図したことなのかどうかは分かりませんけれども、全日本選手権の演技の出来などいろいろ総合して考えると、すごいね、関係性だなって思ったんですよね。どこで何をとってもドラマティックなのが羽生結弦っていったところでしょうか。4. 天と地との主人公であり、羽生結弦選手が演じている上杉謙信公との関係は。羽生選手はインタビューで上杉謙信公の戦い方に自分と重ね合わせる部分があるとおっしゃっていました。だから私は上杉謙信公と羽生選手のどこに共通点を感じたのかを考えてみました。上杉謙信は1548年、わずか19歳で長尾家の家督を背負うことになりました。19歳といえば羽生選手がオリンピックで初の金メダルを獲得した年ですよね。思えば羽生選手はこの年から日本を背負うぐらいの気構えで言動、立ち振る舞い、覚悟をしてきたように見えます。まずはこの部分に共感を得たのかもしれませんよね。そして上杉謙信は内乱続きであった越後の国を統一して戦や政治だけではなく産業を復興して国を繁栄させたとあります。この部分もね、羽生選手は共感できたんじゃないでしょうか。戦国武将っていうよりはお殿様のような感じではありますけれども、民の生活のことを気にかけて自分でできる限りの経済活動をしてお金を世に回すっていうのをしてるのが羽生選手ですよね。人々の暮らしにまで気にかけてるあたりがお上の思考なので、戦国武将に自らを重ねたっていうのは納得できるかななんて思ったりします。そして上杉謙信といえば毘沙門天の化身と言われたことで有名ですよね。毘沙門天とは武神であり四天王の一人で北方の守護神とされます。羽生選手の共感ポイントはこの辺りかなって推測できます。フィギュアスケートで優雅な舞を見せてくれてはいますが、心は武神そのものです。そして生まれも育ちも仙台という北の誇りを持っている羽生選手。北方の守護神と言われる毘沙門天に魅了された上杉謙信公の気持ちが自分と通った瞬間があったのかもしれません。また上杉謙信が出てくると、敵は雷雨を避けるがごとくこもったものだ。謙信はそう語られるほど敵から怖がられていました。きっとね、羽生選手も勝ち始めた当時、羽生選手が出てきたら他の選手が逃げ出してしまうほど怖い存在だったに違いありません。そして何といっても上杉謙信は敗れたのは局地戦の2度のみという驚異的な戦率を誇ります。羽生選手は試合は戦場だと判断しているのは顔つきから歴然としています。驚異の戦率という部分にも66年ぶりにオリンピックに連覇したという自負があって共感ポイントになってるんじゃないかなっていうふうに感じました。きっと羽生選手はフリープログラムでも上杉謙信公になりきりながら羽生結弦を演じているっていうことなんでしょうね。羽生選手の共感ポイントを頭に入れておいてから演技を見るっていうのも一興です。ぜひやってみてくださいね。そして最後に今までの話を踏まえて5、羽生選手が表現しているものっていうのを考えてみましょう。
羽生選手は試合という戦いに向けて孤独な練習の中で戦略を立てています。そして勝つための武器を磨きます。それは様々な種類のジャンプであり、人々を魅了する羽生結弦という精神です。この武器でジャッジと他の選手と観客と自分自身に勝つのです。ウイルスに恐れる人々や世間がどんなに地獄のような状態になったとしても、美しく戦い抜く姿、そんな羽生結弦を表現しているのではないかと推測しました。いかがだったでしょうか。今日は私ができる限りの天と地との徹底解剖をしてきました。調べているといろんなことが羽生選手とリンクしたりしてすごい楽しかったですね。羽生選手が戦国時代に生まれていてくれなくて本当に良かったなと思わずにはいられません。だって戦国時代はフィギュアスケートがなかったですからね。やはり羽生結弦はフィギュアスケートをやってこその人だと思うからです。ということで今日はこの辺で、またお話ししたい話題が出てきましたら動画をアップしますので、よかったらチャンネル登録をよろしくお願いします。では最後に戦いのプーさんジャージ脱ぎをして終わりにしようと思います。ひぎえもんでした。さよなら。